通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界知人ニュースの時間です。さあ本日はですね、NVIDIA からの話題になります。今回ですね、この NVIDIA から DLSS5 という AI レンダリング技術の最新デモが発表されまして、現在ネットで大炎上してしまっているんですね。これによりですね、その YouTube のデモ動画も壮絶なレビューボムを食らっているということで、大変なことになっているというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、バイオが見えておりますが、今回ですね、NVIDIA から DLSS5 という AI レンダリングの最初のデモが発表になりまして、日本でもね、これかなり報じられているようですし、ご存知の方もいるかもしれませんが、ネットではですね、これ大炎上してしまってるんですね。すごいことになってます。で、これに関してはね、海外でも様々な記事が出ているんですが、まずこちらですね、PC ゲーマーになります。DLSS5 は AI の美的基準でゲームキャラクターを明らかにオーバーライトしているが、NVIDIA は開発者に芸術的なコントロールがあると述べている。ということで早速ですが、こちらですね、オーバーライトとあります。こちらが本日のキーワードになります。Overwrite。コンピューターのファイルを上書きし、それを別のファイルに置き換えること。ということでね、こちらのオーバーライトというのは上書きという意味になります。で、これはね、オーバー、上から書くということで、直感的にね、日本人の方にも分かりやすいんじゃないかなと思います。で、このケースのね、オーバーっていうのは上からと、こういったニュアンスになるんですが、これにはね、また別のニュアンスもありまして、この過去分詞のオーバーレイン、これでよく使われるんですが、本当にね、この文字通りのオーバーに書く、こういった意味でも使われます。例えばね、この脚本って、いろいろごちゃごちゃ詰め込みすぎだよね。これをね、オーバーレインな脚本、このように表現すると。ちなみにこのね、過去分詞形のレイン、この t というのは、N の前にありますので、アメリカ英語だとね、これ発音しません。イギリス英語じゃないですよ。アメリカ英語ね。この N の前の t というのは、飲み込む。このように覚えておいてください。written ではなくて、written。これを飲み込むんですね。button とかね、kitten とか、これもそうですね。というのもですね、この t というのは発音するのね、疲れるんですね。で、前も言いましたが、アメリカ人というのは、もう口が疲れるのをね、めちゃくちゃ嫌います。ですので、この t をね、イギリス人のようには発音しないんですね。で、これにはね、いろんな法則があるんですが、で、割とよく使われるのがね、この N の前の t、これを飲み込むというのと、あとね、t が2つ続く場合、トマトがまさにこれですが、これもね、アメリカ人、最初の t だけで限界なんですね。もうやだ。2つ目の t 何？発音したくないってなるわけですよ。なので、この場合はね、2つ目の t というのは、ドになります。トマト。このように発音するんですね。ポテトもそうですよ。アメリカ人はね、ポテでも限界なんです。もうやだ。もう口疲れちゃうとなりまして、ポテトになります。そして、この2つの法則が、どちらも入っているとある名称があります。もうこのチャンネルではね、常連中の常連のサイトですよ、皆さん。わかりますか？そうです。こちら、ロッテントマトなんですね。見てください。ここね、N の前の t、そして t が2つ出てくる。この法則がね、どちらも入っているということで、これをね、そのまま発音いたしますと、ロッテントマトなんですが、これね、アメリカでは、ロッテントマトズになります。ね、これもね、散々このチャンネルではお話ししてますが、英語というのはですね、聞くことができても話すことはできませんが、話すことができれば聞き取ることができるようになります。ですので皆さん、もう今日からですね、このロッテントマト、毎朝話してください。電車の中でブツブツと、これによりですね、皆さんね、この2026年中に、少なくともこの t に関しては、ちゃんと聞き取ることができるようになりますので、ロッテントマトというサイト名は、英語の発音においてね、非常にいい教材になっておりますので、もう毎日ね、念仏のように唱えてくださいね。ということで、かなり脱線してしまいましたが、こちらは、DLSS5 は AI の美的基準でゲームキャラクターを明らかに上書きしているが、NVIDIA は開発者に芸術的なコントロールがあると述べている。NVIDIA の CEO、ジェンスン・ファンは、この生成 AI は 3D レンダラーが提供する構造化データによって完全に制御されていると述べており、また NVIDIA のジェイコブ・フリーマンによれば、開発者はゲームの美的表現を維持するために DLSS5 の効果を芸術的にコントロールできるという。これについてはベセスダも X で認めており、これらは完全にアーティストの管理下にあるとしている。しかし、NVIDIA のデモでさえ、元となる素材は基礎となる 3D モデルのデザインと一致しているとは思えない形で変更されている。ということで、こちらがね、その NVIDIA の公式サイトになるんですが、ここではね、一体何が起きているかと言いますと、今回ですね、NVIDIA が DLSS5 という、レンダリング技術の最新デモを発表しました。それがね、こちら、ディープラーニングスーパーサンプリング。これで DLSS ですね。でね、まさにここにありますが、DLSS はその名の通り、ディープラーニングを使用して、低解像度の画像を高画質にアップスケールし、
高解像度のコンピューターモニターに表示する超解像技術の一つである。ということで、超簡単に言いますと、低解像度のものを高解像度にして綺麗に見せてくれると。こういうものなんですよ。そしてその最新版ですね、DLSS5。これがね、どのくらい綺麗になるのかというのを、こちら、NVIDIA の公式が発表しました。NVIDIA DLSS5 を発表。ゲームの見た目を大きく進化させる AI 技術で、今年の秋登場予定。DLSS5 は映像に本物のような光や質感を加え、ゲームの映像と現実の差を埋める。そしてね、こちらが YouTube の動画になるんですが、このデモを発表したと。で、これに関してはね、公式サイトの方がわかりやすいと思うんで見ていきますが、ここにね、バイオのデモがあります。これどういう風になっているかというと、こうなんですよ、これ。ほら。わかります？これが DLSS5 オフ。ここにありますね。オフ。そしてこれがオンです。どうですか皆さん。こっちが低解像度。そしてこっちが高解像度。低解像度、高解像度。このようになったんですね。なんですが、これね、ネットではすごいとならなかったんですね。こっち見ていきましょうか。これね、こっちがオフ。こっちがオン。オフ、オン。そしてね、レオンがいますが、こっちがオフ。こっちがオン。オフ、オンです。どうですか皆さん。つまりこれね、なんで批判されているかというと、結局これね、AI のフィルターじゃないかと言われてしまっているわけですよ。おそらくね、こちらの例の方がわかりやすいんじゃないかなと思います。これですね。スターフィールドね。こちらがオフ。そしてこちらがオン。オフ、オン。オフ、オン。目の大きさよく見てください。こちらがオン。そしてオフ、オン。わかります？これなんですよ。つまりこれね、もう目の大きさ違うんですね。二重の深さがそもそも違って、このね、オンっていうのは成形してるんですよ。これってもうすでに解像度の問題じゃないでしょ。つまりこれね、日本の中高生がよく使ってます。ビューティーカムでしょ。わかりますね。使ったことある方であればよくわかるんじゃないかなと思いますが、あれはね、写真を撮る。読み込ませてもいいんですが、もうね、全部 AI で補正するんですよ。肌の色はもちろん、シワ取りなんて序の口で、歯を白くすることもできますし、そもそもの造形も変えられるんですね。目の大きさを少し大きくする。瞳を大きくする。唇を厚くする。なんだったら後から化粧することもできます。今のね、若い女の子というのは、これがデフォルトで、普通のね、写真アプリでは写真撮らないなんて言いますが、全部あれ AI で書き換えてるんですね。これ、まんまなんですよ、やってることが。わかります？で、これがね、元々のね、こちらのデザインをしたクリエイターにあまりにも失礼じゃないか。そしてね、出来上がった顔があまりにも AI 顔すぎる。これによりネットで炎上したというわけです。これはひどすぎる。誰も自分のゲームに AI の雑なフィルターなんてかけてほしくない。ゲームのキャラクターの顔に AI フィルターをかけるのは嫌だ。これは見た目がひどいと思う。で、こちらね、IGN もこれに対してオピニオン記事というのを出しています。NVIDIA の DLSS5 はビデオゲームのデザインという芸術に対する侮辱だ。発表トレーラーの最初のショットでは、この技術がカプコンの最新作、バイオハザードレクイエムに与える影響がよくわかる。もともと非常に美しいゲームなので、これが必要だと感じたことはなかったが、緑色のバーが画面を横切ると、成形されたようなキャラクターが現れ、個性が感じられず、まるで瞳の奥の光がこの技術によって消されてしまったかのように見える。アプリストアの片隅やシークレットモードでしか見ないようなサイトの広告バナーで見慣れた、あの不自然に滑らかな顔や現実離れしたライティングそのものだ。カプコンのアートチームが丹念に作り上げたキャラクターに対し、いや、もっとよくできると言わんばかりに手を加え、彼女をレクイエムの世界に溶け込ませるどころか、むしろ浮き上がらせてしまっているのだ。で、現在ね、こちらのリプランもそうなんですが、もう壮絶なね、ここに見えておりますが、こういうね、ミームで溢れ返っているというような状態になっています。もうまさにね、こういうことですよ。アーティストが生み出したキャラクターがいる。これをね、最新技術でフィルターかけることにより、よく見る整形顔になると。みんなが言ってるのはつまりこのことですね。こっちがオフ、こっちがオンと。こっちがオフ、こっちがオン。なんかね、どっかで見た人がいますが、こっちがオフ、こっちがオンと。もうこれネットのおもちゃになっちゃってるんですね。これもね、オフ、オンとね、キャッツも大変なことになっておりましたが。でね、これが面白いんでちょっと見てみます？というですね、現在ですね、大喜利会場のようになっておりますんで、皆さんぜひね、見に来てください。こちらもそうですね、オフ、オン。こういうことですよ。イケメンになりましたね。結局ね、アプリでやってることってこういうことですからね。こちらもそうですが、現在ですね、もう完全におもちゃになっていると。こういった状態なんですね。で、現在はですね、こちらもそうなんですが、公式もね、これに乗っかってきているような状態でして、
これね、迷惑系配信者のソークスと言われております、キックですね。ここもこのように乗っかってきていると。で、これに関してはね、日本の方もたくさん反応しています。ちょっと紹介しますが、すでにいろんな方が反応してるけど、これはもうアップスケールではないし、不要なライトの追加や、情景を無視した表情や意思が追加されるので、このまま採用することはおそらくないでしょう。アーティストの作る絵はその裏側にしっかり意図があり、それが制御できなければ意味がない。で、こちらね、ファミツー .com さんも報じておりまして、リプ見ていきますが、メディア全般、大絶賛、比較的まともなバイオの画像しか使わない握手。日本ユーザー、ぜぜひひ、海外ユーザー、批判の嵐、大炎上中。オンオフでどうにも別人に感じてしまう。綺麗になったっていうより、AI で再構築しただけ感が。これもう実写じゃん。これはダメ。見た目が統一化してしまい、ハンコ絵になってしまう。カラーリングまで変わるのが握手で、クリエイターの意図もへったくれもない。いや別人やん。背景もダークな雰囲気が台無し。やり直して。これも TikTok の劣化 AI 動画じゃん。うわぁ、ファミ通さん。海外の反応見てないな。大炎上してますよ。これゲームを作った人らに対する冒涜でしかないと思ってる。で、現在ですね、これを受けまして、こちらのね、動画、ちょうどね、発表されてから1日経つんですが、NVIDIA 公式ですね。現在ですね、96万回再生されておりまして、こちらね、見ちゃいますか。高評価 1.5 万件、そして低評価8万件という、とんでもない低評価ボムを食らっていると、こういった状態になっています。はい、ということで本日はですね、先日発表されました、NVIDIA の DLSS5 のデモが、現在海外で大炎上しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、これは調整中ということで、ちゃんとね、このゲームを作ってるクリエイターが芸術的なコントロールをしますよ。このように言われているようですね。であればね、発表時期いろいろな都合があるんでしょうが、それを調整した上で発表した方が良かったんじゃないかなという気もしなくもないですが、少なくともこれによりですね、NVIDIA のね、株価が暴落するというようなことはないので、今戦争で落ちた株がね、戻ってきているっていう状況もあるんでしょうが、そこまでにはなっていないようですが、ネットではね、これ、大炎上しているというような状況になっています。でも確かにね、言われてみればこれ、本当にね、今の中高生が使っているただの AI フィルターなんで、やってることが、みんながそれで見慣れちゃっていたっていうのもあるのかもしれませんね。だからこれもね、ほら、以前、右翼の少女、アメリアってあったでしょ。あれもね、ブームに乗って AI 生成された動画というのが流行ったんですよ。これ顔そっくりですからね。だからこの AI 顔になってしまうっていうのも、この炎上にね、拍車をかけてしまっているのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。